Golden nights and diamond stars, living in our flashy cars. Silk and velvet fill the air, elegance beyond compare. Champagne dreams and caviar. 1、無人航空機の飛行形態の分類、カテゴリー1から3。A、カテゴリー1飛行、定義、特定飛行に該当しない飛行、手続き、航空法上、特段の手続きは不要で飛行可能。カテゴリー2飛行、定義、特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下に第三者の立ち入りを管理する措置を講じた飛行。カテゴリー 2A 飛行、空港周辺、高度150メートル以上、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機の飛行。カテゴリー 2B 飛行、上記以外のカテゴリー2飛行。夜間、目視外、30メートル、DID。C、カテゴリー3飛行、定義、特定飛行のうち、立ち入り管理措置を工事内で行う飛行、第三者上空での特定飛行。特徴、最もリスクが高く、安全確保のために最も厳格な手続きが必要。2、特定飛行を行う場合の航空法上の手続き等。共通の要件、安全を確保するため、以下の3点の適格性を担保する必要がある。A、使用する機体。B、操縦するものの技能。C、運航管理の方法。A、カテゴリー2飛行の場合。カテゴリー 2B 飛行。条件、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、特段の手続きなしで飛行可能。安全措置、国土交通省令で定める安全確保措置に従い飛行マニュアルを作成、遵守。カテゴリー 2A 飛行、条件、リスクが高いため、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合でも、事前に運航管理方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を得る必要がある。機体認証、技能証明がない場合、いずれかを有していない場合でも、事前に使用する機体、操縦者の技能、運航管理方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を得ることで飛行可能。B、カテゴリー3飛行の場合、条件、最もリスクが高い飛行のため、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる必要がある。手続き、あらかじめ運航管理方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を得ることで飛行可能。カテゴリー3飛行における手続きについて、最も適切なものを選びなさい。1、第一種機体認証済みの機体で一等無人航空機操縦士が飛行させる場合、国土交通省への申請は不要である。2、第一種機体認証済みの機体で一等無人航空機操縦士が飛行させる場合、運航管理の方法について国土交通大臣の審査を受け、飛行の許可、承認を得る必要がある。3、カテゴリー3飛行では、立ち入り管理措置を講じる必要がある。正解に。カテゴリー2飛行において最も適切なものを選びなさい。1、カテゴリー 2B 飛行において、技能証明を受けた操縦者が機体認証を受けた機体であれば、特段の手続きなく飛行可能である。2、カテゴリー 2A 飛行において、立ち入り管理措置を講じれば国土交通大臣の許可申請は不要である。3、カテゴリー 2B 飛行の場合でも、航空法に基づき最寄りの警察署への通報が必要である。正解1。無人航空機の飛行形態の分類について、最も適切なものを選びなさい。1、カテゴリー1の飛行を行う場合は、機体登録、
許可申請ともに不要である。2、カテゴリー 2A 飛行においては、催し場所の上空を飛行することが可能である。3、カテゴリー3飛行においては、立ち入り管理措置を講じれば飛行許可申請は不要である。正解に。